W800 のチューブレスカーですね。W800 はチューブタイヤなんですけども、チューブタイヤとチューブレスタイヤというのがあるんですけども、何がどう違うか、メリットデメリットについては他のサイトとかね、ちょっとそちらをご覧いただいてですね、今回チューブレス化にあたって、タイヤをね新しく新品に交換する際についでにやろうかななんて思ってたんですけども、それだとチューブレス化したことによる変化なのか、新しいタイヤの変化なのかっていうのがわからないんじゃないかなと思ったので、今ついてるタイヤを外してチューブレス化してまた同じタイヤをつけると、でチューブレスになった変化のみを感じ取れるよう施工したいと思います。でチューブレス化にするにあたって、キットとかね市販でも売ってはいるんですけども、少々お高い、高いというかね、SNS で見かけると皆さん自前でね道具揃えてやったりしてるんで、それをちょっと真似してやってみたいと思います。で Amazon でテープ類ですね、チューブレス用のバルブ等々を揃えてチャレンジします。でタイヤを外していきます。スポークホイールのリムっていうのは1枚の板をぐるんと曲げて溶接してつなげて丸い輪っかになってるので、その溶接の部分を削った跡というのがあるんですね。これが段差になってここから空気漏れをしてしまうので、通常ヤスリで削ってね段差を取るんですけども、結構段差が激しかったんで一回ちょっと金属パテで埋めました。で金属パテが固まるまでの間フォークとかを磨いております。でそれでもねまだ固まらない様子だったので、もう先にリアをやっちゃいます。でリアも同じようにバルブの虫を外して空気を抜きます。これはビートブレーカーですね。ビードがちょっとね下がらない、もう硬くて下がらないので、あんまり体力を変に使いたくないので、これを使うとビードが落ちて非常に楽になります。ビードが落ちるっていうのはね、タイヤの内側のへこんだくぼみにタイヤの縁がポコンと落ちてくれるので、それが落ちないとはめるにしても外すにしてもビードに落ちてないと取り外しができないんですね。で同じくチューブを引っ張り出して外していきます。でこちらも同じく溶接の段差というのが必ずあるので、それを削っていきます。リアはねそこまでへこんではいなかったので、こういったリューターですね、こういったものを使って削っていきます。でホイールを洗います。でこちらですね、 Amazon で揃えた両面テープとバルブ、アルミテープ使わなかったですけどね、一応保護用に用意しておいたアルミテープです。でこっちがメインのチューブレス化するためのテープですね。でまず両面テープをこのニップルというこのネジみたいなところにつけていくんですけども、このニップル両面テープをそのままつけちゃうと回せなくなっちゃうかなと思ったので、回せるように紙のテープではあるんですけども、丸いテープを内側に貼ってニップルを回せるように両面テープをつけました。実際回せるかどうかわかんないですけどね。でこれもちょっと画角がね取れてはいないんですけども、順調にテープを貼っていっております。これはね慎重に一つ一つエアーがねどうしても噛んできちゃうので、とにかく慎重にゆっくり焦らず貼っていきました。
でここで問題が発生しまして、このバルブを通す穴ですね、これが直径 8mm の穴しか開いてなかったんですけども、チューブレス用のバルブというのは 12mm ぐらいの穴がないと通らないんですね。なのでドリルで削って穴を 12mm まで拡大して、チューブレスタイヤ用のバルブをねじ込みました。でタイヤをはめてポンプで空気を入れます。これね、この間買った携帯電動ポンプなんですけども、これでビード上がるかなと思ったんですけども、案の定上がりませんでしたね。で車用のもっと容量のパワーのあるポンプがあったので、そちらでビードを上げました。でこれマジックリンですね。この水じゃなくてマジックリンを吹きつけるとですね、ぷくーってこう膨れて空気漏れが一目瞭然でわかるので、マジックリンを吹きつけております。漏れはなさそうですね。で今度は前輪ですね。先ほど金属パテの効果待ちだった前輪です。金属パテはね、もう乾いて削れるぐらいまで硬くなったので削っております。でドリルで穴も開けました。でだいぶね段差も解消されました。で両面テープでニップルを保護していきます。この両面テープをいちいち貼る目的というのは、メインの防食テープが破れないようにするためというのと、ここから空気が漏れるのを防ぐため、両方意味があります。これも慎重に一つ一つ丁寧に貼っていきます。テープはね幅 50mm なんですけども、そのまま貼り付けていきました。でタイヤを組み付けていきます。空気漏れもね、だいたい 1,2 時間様子を見たんですが、空気漏れもなさそうだったので、後輪をタイヤを組み付けていきます。これはバランス取りですね。バランス取りをして前輪も組み付けていきます。空気圧 2.5 を入れて一晩置いて、翌朝確認しても 2.5 のままだったので、大きな漏れ抜けとはなさそうです。で試走をしていきます。まず一番最初に乗ってね、パッと乗って感じたのは、コロンとタイヤが寝る速度が速いというか、軽い印象がありました。こういった車線変更とか、ちょっとした右折左折の時のコロンと回る感じというのが非常に軽快になりました。これはね、明確な違いを感じました。ちょっと曲がる最初のきっかけのとこですね、ふわっと軽くなった感じで、多分ジムカーナとかね、パイロンをくるくるやるようなシチュエーションになれば、なおさら感じるとは思います。で発進加速ブレーキに関しては大きな変化というのは今のところ感じてはないんですけども、やっぱサスペンションの動きが良くなったんですかね。なんか乗り心地は非常に良くなった感じがします。でこういった段差のゴツゴツとかもですね、今ねリアサスかなり一番強い段階まで締め上げちゃってるんですけども、それにしては乗り心地はいい状態です。やっぱこの辺りもチューブがなくなったおかげ、ホイールが軽くなった、それによってサスペンションがよく動くようになったっていうところもあるのかもしれません。なんて言いますかね、こうスーツで履くような革靴から軽いスポーツスニーカーというか運動用のシューズに履き替えたような、ちょっとそんな軽さをね感じました。非常にねこう変化を感じることができたので、チューブレスカーというのはちゃんと効果を体感できるものだと実感しました。
今のところね、空気漏れもないんで、結構ね、なんか空気がどうしても漏れちゃうとかっていうレビューも SNS で見かけたりはするんですけども、今回ね、非常にうまくいったんじゃないかなと。何よりこの焦らずね、丁寧にゆっくり確実に空気の漏れを防ぐ、じっくり時間をかけてテープを貼るというのがうまくいった要因ではないかなとは思います。タイヤ交換もチューブがないので非常に楽になることと、釘とか踏んでねパンクしたとしても、修理がしやすいと非常にメリットもあるので、興味のある方チャレンジしてみてもいいんじゃないでしょうか。今回は以上です。